魔王が倒された後は勇者一行がそれぞれの道を歩み始めました。フリーレン様は魔法を集めるために旅に出け、ハイター様は生徒で司教になり、アイゼン様は故郷に戻って弟子を取りました。ただしヒンメル様の行く先ははっきりしていませんでした。物語は直接50年後へと進み、ヒンメル様は何もせずにはいませんでした。彼は重要な使命を果たしました。その任務のために彼は自分の一生を費やしました。注意してご覧ください。こんにちは、私はフェルンです。勇者ヒンメル様が亡くなってから31年後、私たちはフリーレン様と旅をしている途中、古代の遺跡である女神の石碑に出会いました。この石碑には強力な時空魔法が宿っており、これまでに漫画でそのような時空移動の可能性が存在することは言及されていませんでした。フリーレン様は知らず知らずのうちに石碑に触れ、彼女の意識が80年前に送られました。その時、勇者一行は魔王の城へ向かう途中でした。フリーレン様はもともと他の誰にもこのことを話したくなかった。なぜなら、これが元の時間軸に影響を与える可能性があるからです。しかし、魔族との戦闘の過程で彼女は当時存在しない魔法技術を使用せざるを得なくなりました。そのため、チームの他のメンバーがフリーレン様が未来から来たことを知ることになりました。その後、勇者一行はフリーレン様を未来に送り返す方法を模索し始めました。この過程で時空魔法を使用する鍵が聖典の一部であることが分かりましたが、研究と解読には多くの時間がかかることが必要でした。ヒンメル様はすぐに気づきました。フリーレン様が彼らに魔王との戦いの結果を告げていなくても、40年後のフリーレンにあったという事実から、魔王との戦いがおそらく勝利していると推測できることを。そのため、聖典の解読は実際には魔王だとした後に行うべきことであることを。そこで彼はフリーレン様に約束しました。この任務を必ず達成し、解読が完了したら答えを石碑に刻みつけること。これによって未来のフリーレン様が石碑に触れる前に解読された呪文を見ることができるように。フリーレン様はそれによって石碑に触れる前に見た呪文を思い出し、それがヒンメル様の解読の結果であることを理解しました。呪文を使用するには再び石碑に触れる必要があり、勇者一行は石碑に戻り、魔族の強力な敵に遭遇しました。奇跡のブラオザームが楽園送り魔法を使用し、チームを幻想の中に引きずり込みました。この魔法は敵を幻想の中で自分の理想を実現させ、そのために夢中になってしまい、目を覚まさなくなります。予想外のことに、ヒンメル様とフリーレン様は自分たちの結婚の幻想に陥りました。この結果、ヒンメル様は未来のフリーレン様と彼が同じ夢を持っていることを知りました。激しい戦いの後、勇者一行敵を打ち破り、フリーレン様を現在の時間軸に戻しました。彼女に別れを告げる際、ヒンメル様はフリーレン様に素晴らしい夢を見たよと言いましたが、これはおそらくヒンメル様の人生で最も幸せな瞬間であったと思います。現在のフリーレン様が気づいたところによると、石碑に刻まれた呪文はヒンメル様が30年以上前に刻んだものであり、現在は勇者ヒンメル様が亡くなってから31年です。つまりヒンメル様は魔王を打ち倒した後、一貫して聖典を解読しようと努力し、最終的に死ぬまでに任務を完成した。その時間的な偶然は私にとってついに自分の使命を果たし、安心して死ぬことができるというメッセージを伝えたいと思います。ヒンメル様は明らかにフリーレン様に好意を持っており、未来ではフリーレン様が彼に応えることを知っていますが、その時にはもう自分は死んでいます。タイムラインを変えることを恐れて、彼はこれをフリーレン様に話すことはできず、自分の無応答の感情を死ぬまで胸に抱えていました。この背景を理解した後で、ヒンメル様がアニメの第1話で見せた
奇妙な表情や行動を振り返ると、当時の彼の状況がより理解できるでしょう。いや、なんでもない。そうだな、みんなで見よう。最終的に彼のフリーレン様に対するこの思いと、未来からのフリーレン様の返答はこの旅の最後、つまりフリーレン様が彼の霊魂に再び出会う場所で再び交わされるでしょう。おそらくそれが早々のフリーレンの結末になるでしょう。時空を超える魔法に関する内容は早々のフリーレンの革新ストーリーに関連しており、分析すべき要素が多数あります。このエピソードでは主にヒンメル様について話していますので、ここでは詳細には触れません。次のエピソードではフリーレン様が詳細な分析と解説を行います。ではまた次回。